修行僧たちは関門を唱えながら厳しい寒気の中水を浴びます。雨の夜も雪の朝も1日7回の水行を欠かすことはありません。日蓮宗の大荒行は11月1日から2月10日まで冬の100日間にわたって行われます。全国から参加した100人を超す僧侶たち、その最高指導者が日蓮宗化行所伝師長村日法師です。千葉県市川市中山法華経寺、ここが日蓮宗大荒行の道場です。この寺は日蓮に直接教えを受け、その庇護者でもあった地元の武士時上人によって日蓮入滅の年弘安5年西暦1282年に開かれました。中山法華経寺には国宝立正安国論をはじめ日蓮の真筆の数々が伝えられています。江戸時代からこの寺は町人たちを中心とする庶民信仰によって栄えてきました。お腹治りますよ。お腹。お母さん、ポンポン、痛いの治ったでしょ。治りますように。今でも中山法華経寺は無病息災や家内安全などを願う信者たちでにぎわっています。長村日法師のもとにも毎日多くの信者たちが面会に訪れます。昨日おととい28日に42歳になりましたので、薬用系の方をお願いいたします。息子が大学入学だ。これをもうなるその先生の方もね、国家試験ですね。はい。あ、お願い。頑張ってください。ありがとうございます。いろいろの悪役領の例がその試験場において出た時には、その因縁のその叱りしめのところによって知ってるとも知らないと隠される場合がありますから、どうぞ一つ心にはお題目を唱え、南無妙念経を重視しながら試験に臨むということが一番大切なかろうかと私は思います。家内安全ってね、で車に乗って歩かれる方ですから、交通安全。交通安全ですね。はい。いただきたいと。いっぱいあって、いっぱいありすぎて欲張っていっぱいいっぱいってお願いだって。やっぱりそれは
その御大目につながりますからね、そうした願いがやっぱりそこにその行った時には真空三号に御大目を唱えるということになりますから、念力強情に唱えることが非常に大切ですよね。だからまあこっちで一生懸命拝んであげてもあたかたがワンってしてるとダメなんですからやっぱりそれだけその従事しうる御大目を唱えておくということですね。長村氏はさまざまな悩みを抱え、また願い事を持つ信者たちのために祈祷を行います。この祈祷が法華経の教えと信者とを結ぶ重要な役割を持っているのです。日蓮大聖人も祈りが始まって祈りに終わると言われてるんですね。で、諸書黄金に五明藩にそういう玄東の祈りについてのその五明藩もあると見受けられるところが諸書黄金にあります。で、そういうことがやっぱりその一つの元となって私たちは祈りいうことをその強くたとえその祈ることが玄東の祈り、その国家世界、社会を祈るところの祈りと、また、個人的には、身体健全、女才特攻、家運栄翔、それからまた闘病の平癒であるということを祈る祈りであっても、それを通して、御大目にその親しみを感じ、真空三号に唱えうるところのものに仕立ててあるというのが、私たちの役目であり祈りのその本質じゃないかというふうに思って、家事祈祷というものはそういうところに、非常に、助ける道であっても方便であっても本質じゃないものにしても私は大切なものであろうかというふうに思うわけです。家事祈祷をですねする側の心得と、これはもう一切無になること、欲を持たないことですね。これはもう
ご祈祷する者が欲を書いてはこれはご祈祷になりません。無欲になる。もうそれこそ三毒を全部、召してしまうとですね。貪欲があってもいかん、後の人知があってもいかんと、それを一切出していかんと。ご祈祷する者、家事祈祷する者は一切、無欲になると。無心になってやらなければ、できないと思う。でも私も決してもう全然こう無心になれって言っても無欲じゃないと、無欲になってしまうことじゃない。やっぱり人間は、これは日蓮宗の教えの中に三期六足というのがある。三期の心行というのがあります。それはまず自分に奉仕をせよって言うんですね。あなた方もそうでしょう。自分に奉仕をするためだけは自分は生きていかないと。奉仕をするから社会に奉仕ができるということですね。これが三期の心行があるわけだから、食べるだけのものは私もやっぱり欲があるわけです。自分を保持するだけの、それ以上に欲を持っちゃいかんということですね。無心なり無欲になれっていうのは、もう自分の食うのを人にやって自分はから失って死んでしまっちゃなりませんから、自分に頼るだけの欲はある。でその欲があるから元気になります。元気になったから社会に奉仕することができるんだと。で少なくともボランティア精神を持ってなければ坊さん家事祈祷はできないと。私は今この中で教育する時も時々そのボランティア精神を出しなさいと、持ちなさいと。じゃなければ家事祈祷をしたって無意味だと。よく書いたらできません。それは中にはそういうのもおりますけどもね、私はそういうことでは一切相ならんというふうに思う、ね。無心になれ無欲になるということが一番大切だというふうに思います。日蓮宗の僧侶で正式に家事祈祷をすることができるのは、中山法華教寺の大荒行堂に入り100日の行を収めた者に限られています。荒行100日日を達成した僧侶は祈祷者としての資格、すなわち司法師の資格を得るのです。今年は23歳から56歳まで140名の僧侶が行に入りました。行に入る前には医師による身体検査が行われます。健康で心身のすべてを指導者たる伝子に委ねた者だけが行への参加を許されるのです。荒行堂と下界とを隔てる一つの門があります。去年の11月1日、修行僧たちは随門と呼ばれるこの門をくぐって荒行堂へ入りました。2月10日の行明けまでこの門を一歩も出ることは許されません。一日中読経に明け暮れるいわゆる読経三昧が荒行の中心になっています。
僧たちは法華経を繰り返し読み続けます。読経をすることによってまた水行もそうですけどもやっぱり、苦修練行のその体験をやるですね。苦修練行の体験体得経験をやる。そうしてるうちにその読経してる中に、そういう霊感のような霊力を魔力というものを自分で見出しその監督するということですね。なんかこうそれこそ水が朦朧となってわーっときた時にさっとこうご修行者になり、なんかそのものとし、口に言えないものがファッと出てくる場合があるんですね。でそれを先日詰めていった時にご修行者となってその人を修行しておったその前人であると
いうような時にもあるし、ただものをパッと見せたということもあります。それが非常にその人をご守護するということがある。それはまあ私もそういうことがないではないですね。そういう人によって違いますけども、しかし独協と水行とその独協から得られるものはその独自の功徳というものが得られると。そしてそういうお経を自分の体にうんちくすると入れるということですね。だから必ずそれが出て、その相手のその困るところの諸々の因縁諸症例にその独協の功徳が出ていく。そのためにも本当独協を積まなければならないということでしょうね。お経を体に入れるということですね。はい、中空10万させた貯金をする、お経を貯金をすると。だからこの無料の中には猫老薬根類在子と、この老薬をとどめ置くぞと言われてるんです、お釈迦様。税公老薬根類在子ともうはっきり言われてるんです。この老薬をとどめ、それを一生懸命自分がお飲みなさいと。それは万病の薬であるとですね。日蓮は仏教の数多くの経典のうち妙法蓮華経、いわゆる法華経に最高無上の価値を認めました。そして南無妙法蓮華経という題目を唱えることで人の心の底にある仏性が呼び覚まされると説いています。独協の合間に1日7回の水行があります。水行は午前3時に始まり午後11時まで3時間おきに行われます。水を浴びる前に唱える関門は国家の安全や自己の罪障消滅などを祈るものです。関門を唱えるうちに次第に寒さを忘れてゆくと言います。
自分の悔いを払う赤をというのはこの赤だけじゃない、信心の赤をですね、心ですね、心の赤を拭う悔いを取るということが先決問題ですけども、まずその水行の中に国家の安泰、世界の平和ですね、それから自分の自己の在所消滅を祈りながらそこでかぶる。私たちが水をかぶるということは、ご信心症状悔いを拭い去ると、そして症状になると、水をかぶることによってですね。でその水をかぶることによって、自分を清めるんだと、六根症状になるですね。悔いを払うために水をかぶると。その関門についてはですね、まず国家を祈りですね、国家安全、それから、天長地久であるようにと、そして万民が安全であるようにと同時に自分の懺悔在所消滅をそこでその祈るということが、水行の関門の中に出てくるんですね。水は自分のその悔いを払う、拭い取るということですね、清めるということが水をかぶるその一つの原理だと。修行僧たちの食事は朝5時半と夕方の5時半の2回、おかゆと味噌汁の一汁一菜に決まっています。修行僧たちは炊事や清掃、そして不審番などの雑役を交代で務めます。雑役の当番の日も読経と水行の日課を怠ることは許されません。寒さと飢え、そして睡眠不足のために行に入って20日ぐらいになると体調は最悪となり、意識は朦朧としてくるといいます。特に初めて行を体験する諸行者の苦痛は大きく、諸行無常とさえ言われています。
これまでに通算2500日の荒行を経験した長村日報士が初めて行に入ったのは今から37年前、昭和26年の冬でした。敗戦後であるその日本は神も仏もないという時代に突入して、一切の人がそういうことを神そんなもの口にするもんじゃない、神風とか、なんとか福とか言って全部それは嘘であったというのがもう蔓延した時代ですからね。世の中は今より、異常に混沌としておった時代です。でそれでいくら学校が出て、習ったことをもとにして話をしてみてもそれは話にならないですね。常識外れたところのものがそこに生まれてくる。求めようとするものに合わないと。そんならば自分の身を落として一つ体験を積もうと。それによってそれを解読していくことによってですね、その一つが分かってくれるんだろうということによって私は入ったわけです。入ってみると確かに兵隊よりも辛かったと。兵隊はゆっくり熱してくれます。うまいものはないですけどご飯はたらこくらいして、戦時中はいくらか悪かったんですけど、それでもやっぱりこの中よりもご飯もこうしてくれ、熱してもくれ、予感はとか、それがこの中にはそれは一つもない。もう最低の最低です。本当に兵隊の時より以上に、年を少し取ったからそういう感じがしたかも分かりませんけども、私は兵隊の時は何でもなかった。帰ってこないということは考えたことはありますけども、帰ってこないわけじゃない、帰ってきましたから、その時に、いろいろ戦争に突入する、同僚が亡くなる、自分も殺す、そういういろんなことがあったもんですからね。私はこれはもうその人たちを弔ってやらなきゃなということが先決になったわけです。もう入って1週間10日20日ぐらいの間は本当に自分にして自分じゃないような感じになり、それに乗り越え打ち勝つ、自分のこれに打ち勝ちうる力っていうのを持つですね。これは独協でやしない、水行でやしないですね。それのみでしょう。そして自分の剣後にお題目を唱える力っていうのを自分が持たなきゃならない。それに勝つことに専念すること、もうそれのみでしょう。いろんなこと考える余地ないと。どうしてこうして出てからこうしましょうなんてそんな暇はないと思うんです。それでもぼやぼやしてるって言って先輩にやられるようなもんですからね。100日そこの中にこもってやるうちにはいろいろのっていうのも生じましょうし、それから自分の悪癖なくて七癖っていう悪癖が出てくると、それを人に指摘され言われ、それで一時起こったらこの中で自分は生活できなくなるということを、そしてそれをもし破って起こした場合には必ず全部からいろんな、注意をされ文句を言われ、それに耐えきらなくなる。その限界まで達した時に初めて皆さんに自分がしていることが悪かったということが分かってくる。その皆さんに分かって謝った時にそれを許してやる、そしてまた今まで以上に付き合っていくということが集団でなければできない、これは行である。だから個人の行っていうのは自分の思うままのことができる、代わりにそういうところの投与されるところもないんだという、それと100日結界という、結界というと結界
してその韓国のような出ちゃいけないという結界じゃありません。どっからでも出られるところに出ていかないと線を引いて守るそのことを結界というわけですけども、その中に逆にこもって同じ鴨の飯を食べながら、そういうことを投野するということはやっぱり役目、集団でなきゃできない修行だと、修練行だということになってくると思います。冷たい水は身を裂き、おかゆだけの食事はわずかに命を支えるに過ぎない。そうした視線をさまよう状態での修行によって初めて真理を悟る力が得られ、仏のように清く尊い姿が生まれる。荒行の極意はこの2つの詩文に尽くされているといいます。行に入って35日を過ぎた12月6日から修行僧たちへの面会が許されます。それまで下界との接触を一切禁止されていた僧たちを肉親や信者たちが訪ねてきます。もう足は大丈夫な。傷口なくなったもん。大体良くなりましたね。風邪も。しっかり水行したらおしめさん誰でも治る言われるからな。しっかり水かぶったら治る。あと残すところ10日ちょっとございますけれども、ほな上満迎えまして17日の日にはお寺の方を戻りまして祈願式させていただきます。その時まで100日の修行99日をもって仲間とせよと先輩の方から言われております通り、心の緩みなく甘えることなく頑張っていきたいと思いますので、まだこれからも皆様のご指導ご鞭達とよろしくお願いいたします。朝3時頃から水行なんてあそこに書いてあるんですけど、朝ですか？はい、3時から水にかぶりますので、ですから3時前には起きて、2時半には起きて準備をしてしなければなりませんので、はい、で夜が、11時の水が最後ですので、諸行の我々がかぶる頃にはもう11時半12時近くなっておりますので、それからそれから寝まして、ですから睡眠時間がほんと2時間半くらいしかございませんけれども、はい、苦労なさいですね。はい、頑張っております。水行の時に唱えるその経文というものがございまして、それはもう喉が張り下げんばかりに声を出しまして、寒さをこらえながらですね水をかぶりますので、やはり黙ってかぶりますとかなり体にこたえますけれども、大きな声を出しましてかぶりますので、はい。お経には
は無料の功徳が入ってるからね。教員に集まってる。おそらく普段でしたら絶対に耐えられないはずなんですけども、こうやって入ってきますとね、寝られない、食べられないということに持ってしまうんですね、こういうふうに。面会は5分以内と決められています。面会が終わると修行僧たちは再び水行と読経の日課に戻ります。行明けの日が近づくと信者たちが修行僧を出迎えるために全国各地から集まってきます。2月10日、行明けの日を迎えました。午前6時、随門が開かれます。修行僧たちが100日ぶりに下界に姿を現します。
荒行堂を出た修行僧たちは祖師堂で行の最後の儀式上満下に臨みます。昨週11月1日、皆さんの自由と自我と生命をお預かりいたしまして、入場を共にいたしまし、今日2月10日600日上満とともに結界を解かれ、本当に皆さん方、おめでとうございます。同時に自由と自我と生命を預かるようにした私は今日、そっくり皆さんにお迎えいたします。どうぞ一つ、ただいま宗門がお題仏像の実像の時にあたり、皆さん方はこの生の力によって大神道の狂言に、また信者の狂言に一つご力をご精進のほどをお願い申します。荒行を達成して司法士の資格を得た修行僧たちが初めて下界の信者たちに祈祷を行います。大変だ。泣きそう泣いたらいかんな。入ってしばらくはやはり環境がコロッと変わってしまいますので、体がやっぱりそれについていくようになるまでは大変でしたです。はい、でもやっぱりちょっとたくましくなったような気はしますけどね。なんかもう胸がいっぱいでもう嬉しくて。でも面会に来た時はね、もっとこうあれしてたから、もうちょっと正直なところ最後まで持つかな思って心配してましたけども、なんとか今日迎えられたんで喜んでおります。ね、嬉しいです。お父さんがね5行まで出てるから、やっぱりあと続いてほしいなとは思ってるんですけどね。早く起こされちゃった。ねえ、かわいそうにね。元はもっと澄んだいい声してたんですけどね、やはり中で、ね、2、3度潰れまして、血出るまではいかなかったんですけれども、2、3度潰れましてね、それからもうずっとこういう声になりまして、はい、もうこんなとこいられないなっていうような
そういう気持ちになると自然となんですかね、脳裏に現れてくるんですよね。お寺の信者さんとか檀家さんとかからまた家族のみんなとかね、なんていうんですかね、期待されて来てるわけですから。それとあと自分の修行のためにも来てますから、やはりそこは思いとどまるしかないですね。今の時点では親子の対話ってのはあんまりできないですね。なんか自分よりね上のような感じがしちゃうわけですよね。まあそれは時間が経つにつれてね元に戻るんでしょうけども、まあ普通の親子の対面みたいにね「おう」とか「あ」とかっていう挨拶はできないってことでしょうね。修行僧たちはそれぞれの寺へ帰って行きます。寺で信者と向き合う時、百箇日の大荒行で得たものが改めて意味を持ってくるのです。今の世の中は特に女学生昔と違って非常に混沌としたどこを見てもドブのようなところばっかり、に見えるわけですね。でまた住んでる人もまたそれに同じような動きをしているということを、そういうことからまあ行をするわけですけどもね、まあいろいろなことを言うにすることについてもやっぱり自分が最低の行をしてなければ言ってもわからないと。それからいろいろのそれこそ霊界からくれ、それから霊障について言われる時には自分の体験なくしては出てこない。まあ本の受け売りではこれは出てこないということですね。そのために自分が体験をしよう。そしてその体験の中から経過の中からそういう人たちを誘引して立派な人にならしていこうということから行に入ってくるということですね。学問によって説明するというには自分が本当に身を落としてですね、最低の線から這い上がってそれを修行することによって、体得する、ことによってその人を共同するところの力っていうのが出てくるということですね。だから学問、会場への参学、これは会は練習することによって苦修練行によって得られるところのもの、それから磨かれるところのものですね。それからこれは品性を高めるということでしょう。これは学問理念、そういうものですね。出資はそうした人をしたるべきカリスマ的存在を持たなきゃならない。会場の山岳を本当に顕微しきらなければこれはそれらしい修士としての重みはないんだというふうに私は思うんですね。だから難しい学問を知ってるからその人は偉いとは言わない。やっぱり苦修練行することによって会場への参学を顕微することによってですね、その人は人を救うところのカリスマ的存在を醸し出していくことができるんだというふうに私は思います。